皆様こんにちは。ジオラマ制作担当のアトリエモレジです。今回は10年以上昔に制作した上野駅のジオラマをご紹介します。卓上に飾れるコンパクトなケースに様々にアレンジを加えて制作した作品になってまして、1998年から2000年頃の上野駅を再現しています。作品は光栄なことにタムタム秋葉原店さんやタムタム仙台店さんなどでかつて展示していただきました。動画は現地調査編と制作編、そして完成編でチャプター分けをしましたので、ぜひチャプターもご活用ください。最後までお楽しみいただけましたら幸いです。ここからは模型制作目線での現地調査をご紹介します。上野駅を制作したきっかけは、この画像のスーパー日立27号上野駅の17番線を11時ちょうどに発車する仙台駅の列車の発車シーンを再現したいと思ったのが始まりでした。スーパー日立27号は17番線の発車ですが、ジオラマに立体感を出したかったので、画像みたいに常磐快速のホームの高架線がジオラマに再現されてたら面白いんじゃないかなって思いました。もしかしたら同じことを感じる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、ここがあると上野駅って感じしませんか？でも17番線はこのホームの左側になりますので、ジオラマにした時にケースに収まらなくなってしまいます。これはかなり工夫が必要だなって当時思っていました。私の腕前でこの複雑な形状の高架橋を再現するというのは結構ハードルが高かったので、なんとかアレンジをして簡易的にでも再現できないかということをずっと考えていました。しかもこの高架橋微妙に錆びてまして、これも特徴だと思いました。この錆の再現もしたいんですが、10年前の私はウェザリングの仕方だけでなく、ほとんどウェザリングの経験がなかったので、いやなかなかこんなのできないしって思ってて、ハードルが相当高かったんですけど、今でもハードルは高いですが、この錆の表現もものすごい頭悩ませました。そして地上ホームのこの暗さ、私は常磐ユーザーだったので、このホームは東北線ですとか高崎線のホームで正直私は馴染みがなかったんですけど、ここは上野駅らしいポイントだなと感じてて、ジオラマに再現したいと思いました。理想を言えばこんな感じでひっそりとした暗いホームと特急列車の並びというのをジオラマでも再現してみたいと思いました。薄暗い高架下の15番線に来ています。右側の16番17番線とは全然雰囲気が違ってて、この雰囲気の違いも模型で再現したら面白いだろうなって思いました。高架橋はご覧のように丸い柱で支えられていまして、しかもご覧ください、土台のコンクリートも丸くなってるんですよ。いや、これ模型化するときちょっと難しくないですか？四角いベースに丸棒置いてごまかそうかなとか、そんなこと考えてました。長距離列車用の設備が線路と線路の間にありまして、このパイプは給水設備なのかななんて想像していました。パイプの向こう側の設備は何でしょうか？すごく気になりましたので、もう一度16番線側に来ています。これなんか蓋みたいになってるみたいで、もしかして開いて使うんだろうかなんてことを考えてました。別な場所に来ました。ここ開いてます。バルブのようなものがちらっと見えてます。やっぱり給水設備かもしれません。こういうのも模型化したらいいアクセントになってくれそうです。この画像をよく見てましたら、柱にはしごがあるようです。ここも模型化したらいいアクセントになってくれそうです。他の画像も見ましたが、全ての柱にはしごがあるわけではありません。17番線の駅名表です。当時は松戸にも一部の特急が停車してたので、隣が松戸になっていました。こちらは15番線の駅名表です。当時は多方面に多岐にわたる列車が発着していたためか、隣の駅の表記はありませんでした。今度は高架ホームに来ました。当時は取手行き成田行きの103系、確か E231 系もデビューしてたんでしょうか？調べればわかるんですけど、この簡単に言うと常磐快速専用のホームになってて、ホームの端に事務室がありました。高架橋の左下に見えるのが先ほどまでいた16番17番線のホームになります。余談なんですが、その奥に見えます屋根、この屋根の部分は私が子供の頃は18番線がありまして、
いつもそこから常磐線の普通列車に乗っていました。平行きだったかな、それとも草野行き、四倉行きだったかしら、いや高萩行きだったかもしれないんですけど、いつもサボの交換裏返したりするんですね。すごい懐かしい話なんですけど、よく乗車してたんで。ただ現在はこのホーム廃止されてまして、業務通路になってしまいました。651系の左側で人が歩いている部分が18番線の跡地です。高架橋は鍵型になってまして、その部分は少し線路がカーブしています。そしてそのカーブする分空きスペースがあって、そこには雑草が生えてました。都会のど真ん中のターミナル駅の線路でも雑草生えるんだってちょっと驚きでした。こちらが高架ホームの駅名表です。漢字がメインの表示になってて、隣の日暮里の表記もありました。以上の現地調査をもとにジオラマの制作を始めます。ここからは非常に駆け足ではございますが、制作の流れをご案内してまいります。10年以上昔のため画像がなかったり画質が荒かったりしますので、どうかご了承ください。ベースのサイズは幅 210mm、横 100mm、高さ 100mm で非常にコンパクトなサイズになっています。いや、ここに上野駅を作ろうって発想すること自体が今思うと結構挑戦的だななんて思うんですけど、当時はトミックスのミニホームを置いて16番線17番線を再現することですとか、16番線17番線を手前にしてあげて奥に浅草側にある駅舎の再現をするっていうことも検討したんですけど、やっぱり常磐快速の高架線が見えるアングルをいつも見ていましたので、この配置にして16番線を17番線に見立てるという結構挑戦的なアレンジをしています。高架橋のサビの表現はタムタム仙台店さんでサビ天然っていう素材があることを教えていただきましたので、それを使用しています。教えていただきましてありがとうございました。初めて使用しますので何回かテストをしています。これ本物のサビが出るんで面白いです。高架橋はトミックス製品の複線高架橋脚をベースに、その脇にグリーンマックス製の可動橋を貼り付けて、またこちら側はトミックス製の高架橋の側壁を接着しています。サビ天然は2液ありまして、主液っていうものを塗装した後に乾燥したら発色液というのを塗って錆びさせるっていう仕組みになっているそうです。主液を塗ってみたんですけど、よく考えたらこれが全部錆びるって廃墟じゃないんだし、やばくないですか？というわけでやり直しました。この後発色液を塗っています。ホームセンターの水道コーナーでこのような円形の部品を見つけましたので、これを土台に使ってみることにしました。地上のレールは電源の配線をした後にバラストを散布しています。ホームはこの当時よくやっていた工作用紙での自作になりまして、線路間にはプラストラックとかエバグリーンだどっちかなんですが U 字工を設置して、長距離列車の給水設備の土台も合わせて設置しています。ホームの汚れはウェザリングマスターを使用して再現しました。高架線も線路の電源配線をしてから高架橋に固定しています。ホームは地上ホームと同様に自作していて、高架橋の地盤には雑草をカラーパウダーで再現しています。画像では見えないんですけど、高架橋の下側には室内灯を使用したホーム照明を組み込んでいまして、その高架線をベースにあてがってみました。左の柱からビロビロ出てるコードはベースの外に出すんで、ベースには穴を開けています。高架ホームの屋根なんですが、トミックス製品の屋根をカットしてホームの柱の部分を青緑1号で塗っています。屋根をホームに設置してみたんですけど、結構良さげじゃないですか、ごめんなさい、勝手に盛り上がってるんですけど、高架ホームの照明も、高架下のホームと同じように室内灯を使用してみました。ちなみに同時進行で画像に映っているように651系のクハをドアくり抜いています。これ結構楽しかったです。地上にあった長距離列車用の給水設備を再現してみました。こちらは同じく地上にあった配管を再現したものと、その配管を支える支柱になりまして、支柱はジャンクボックスにあった部品で手頃なものを使って再現しています。これらをジオラマに設置します。やっぱり取材した時に思った通り、このパーツがあることでジオラマが引き締まってくれそうです。この後速攻に蓋をしています。
地上ホームの屋根は加藤製品の屋根をカットしていて、ランナーを炙ってグーって引き伸ばしてワイヤーを再現しました。そして乗車位置の札を接着しています。やっぱりこれがあると盛り上がりますよね。屋根をホームに設置したらちょっと盛り上がってきちゃいまして、651系を展示して撮影しています。651系は車内の室内灯を白色の LED に交換しまして、簡易的に室内を塗装しました。そして乗客を配置しています。駅名標やホームの発車案内の電光掲示板をパソコンで自作しました。これらをホームに設置しまして、高架ホームに事務室を置きました。これでジオラマが完成です。こちらが正面から撮影した幅 210mm、奥行き 100mm、高さ 100mm に再現した上野駅です。いや、コンパクトなサイズのジオラマに特徴を再現するのこんなに難しいと思いませんでした。今度は日暮里側から撮影しています。高架橋の柱にははしごを再現しました。普段は見られないアングルで楽しめるというのもジオラマならではです。いや、ここにこの画像のジオラマの幅って 100mm なんですけど、ここに上野駅らしさを再現するって結構難しいですよね。薄暗い高架下のホームとその脇で発車を待つスーパー日立の姿です。でもこの画像久しぶりに見たんですけど、思わずニヤニヤです。当時は16番17番線は特急の専用ホームでした。ホームには見送りをする人を再現しています。651系の車内、簡易的なんですけど塗装して大正解でした。女性の後ろ側のドアが青くなっているのが見えますでしょうか。ホーム上のドア位置には乗車位置目標を再現しました。やっぱりこれあるとジオラマ引き締まります。ホームに人がいないとこんな感じになります。車内の通路の扉は実車と同様に黄色く塗りました。この17番線なんですけど、実物ではホームに11両編成の列車が停車していて、いつも発車間際になると誰もいなくなっていました。駅名標は取材時に調べた17番線のものを貼りました。隣の駅が松田駅のものです。17番線から高架下のホームを撮影しました。私のイメージこんな感じです。薄暗いホームが651の向こうに見えるっていう印象です。同じく651系越しに高架下のホームが見えます。ホームの照明がぼやぼやって映ってるのがお分かりいただけますでしょうか。651系の向こうに長距離列車用の設備が見えてます。そういえば子供の頃は時刻表を持ってなくって、特急の通過待ちでユーズルが来た時に5%なのか24系なのかワクワクしながら待っていました。長距離列車用の設備を撮影しました。配管は水色に塗装してところどころにサビを再現しました。そして蓋のついた給水設備を3カ所設置して、それぞれの蓋の状態を変えました。ここは両方の蓋が半開きです。そしてここは閉じていて、ここは片方だけ開いています。これ編集しながらニヤニヤです。また制作にあたって匠の技でもご紹介しましたモデラーの畑さんから、ケーブルトラフはわざと蓋を外したり中のケーブルを見せたりすることを教わりましたので、このジオラマでもチャレンジしています。ケーブルがちらって見えるの、こちらお分かりいただけますでしょうか。高架下のホーム側からスーパー日立を撮影しました。この薄暗い感じを再現したかったんです。別角度で撮影しました。やっぱり651系はタキシードボディって言われただけあってかっこいいです。個人的に651系大好きなんでしつこいようですけど、別角度でまた撮影しました。今度は高架下のホームを撮影しました。林立する柱の間にホームがあります。高架下のホームは宇都宮線や高崎線の列車が発着していましたので、列車を待つ人多めに配置しました。ジオラマは午前11時の設定なので、それを踏まえて大宮方面にお出かけの人々っていうことを考えながら配置しています。昼間の屋外なのに暗い、でも人はそれなりに多いっていうちょっと独特な空間、この雰囲気を再現したかったんです。ホームには作業用の地下に降りる階段がありまして、それを再現しています。取材して初めて気づく施設もありました。高架下のホームの駅名標です。取材で各ホームの駅名標が異なるということを分かりましたので、模型でもそれを再現しました。ホームの案内板です。柱には警戒模様のシールを貼っています。
高架下のホームにも乗車位置目標の札をぶら下げました。これがあると上野駅だなーって勝手に思っちゃいます。この地上ホームの雰囲気ですが、できる限り薄暗い感じが出せるようにかなり意識していたのを動画を編集しながら思い出しました。ホームの照明も少し薄暗い感じが出せるように高架ホームの室内灯と種類を変えて設置しています。改札口から撮影すると薄暗い雰囲気の照明がよりお分かりいただけるかもしれません。こんな感じに仕上がりました。最後に高架ホームをご紹介します。地上の17番線には11時発車のスーパー日立27号仙台行きが発車を待っていて、高架ホームではそのスーパー日立の後を追って発車する11時3分発の快速取手行きがいます。高架ホームには加藤製品のホームに付属の事務室を塗装して設置しました。どうしても17番線の事務室にあったスーパー日立の時刻表をジオラマに再現したくって、この事務所になぜかスーパー日立の時刻表を貼っています。鍵型になっている高架橋の柵は加藤製のホームに付属の柵を使用して再現しました。高架ホームの照明は地上のものよりも明るくなるようにトーム製品の室内灯を使用しています。少し暗くして撮影しました。こちらが高架ホームでトーム製品の室内灯を使用していますので、光源が多くって明るいのがお分かりいただけるでしょうか。こちらの地上ホームは現物の薄暗さを再現したくって手持ちの室内灯の中で一番いい感じのものを使用しました。高架ホームの駅名標は実物同様に隣の駅を日暮里にしました。ちょっと薄暗くって分かりづらいですが、発車案内も設置しています。以上で紹介は終了になります。16番線を17番線に見立てたり、高架橋の鍵型の部分を再現してみたり、かなり様々に頭を悩ませた作品でした。でもこのように思い切ってアレンジができたのは、やっぱりこのシーンを作りたい、このシーンを最優先したいっていう思いがあったからだったんだと思います。今回も最後までご覧くださいまして誠にありがとうございました。また次の機会にお会いできることを楽しみにしております。ありがとうございました。さようなら。